細工ありがとうございます。どうぞ中の券売機の方で食券購入お願いします。朝一のお客さんなんかは券売機で食券買ったらもうそれこそ1分以内には必ず出すつもりで、やっぱりテイクアウトだけ美味しくなるんで、その味がお客さんが食べるときにピークに来るように。ラーメンがめちゃくちゃ美味しい。美味しい。ありがとうございました。固め、濃いめ多め。やっぱ楽しいですよ。もうやっぱりこれだけのお客さんが喜んでくれるっていうのは本当幸せです。寸胴が10本で、こうスープなんか3日炊くんやけど、1日目骨入れて、また2日目も入れて、3日目も入れていって、毎日足していって、2、3時間かけて砕いていく作業になるんだけど、これが朝時間かかって、まあでもこれが美味しさの秘訣なんで、少しずつずっと2、3時間これを続けて、焦げたらダメになるんで、ずっと混ぜ続けなんですよ。これであともう5分おきぐらいにずっと混ぜて、もうつきっきりになります。これからは一回砕いてしまったらもう焦げるんで、こう寸胴の囲いなんかもこれ手作りで作っとるけん火力が高いんで、普通より。これドラム缶切ってみんなで友達が作ってくれて、こう白濁してこうとろみまで出すためにはやっぱりできるだけ強火。脊髄の方まで塩用に出してしまって、こう全部取り除いて、臭い豚骨は僕自分自身が嫌いやけん、丁寧に作業してアクも全部取り除いてから炊き始めるんで、ちょっと時間がかかる。お昼がバタバタするんで仕込みが一切できないんで、夜仕込みなんけその間もずっと炊き続けで、うちのスープは臭みが多分全くないと思う。こういうアク取ったりこういう作業を徹底しとんで、甘みのあるスープ、豚骨醤油になるんだけど、醤油なんかも極力味が出ないようにして、もうとにかくスープを味わってもらう。今入れてるガラなんかはこれ半日で捨てる、当日使うスープに2日3日炊いた味じゃない新しい骨とか鶏の味を出して、最後に口当たりを良くする。このカウンターなんかも全部自分でニス塗ったりして、このテーブルなんかも、あと座敷の一番板も一生懸命削ったんで、厨房の床作る時のコンクリート張る時からもう少しでもお金削らないから。表の看板もお金全くかけてないんですよ。ただ真っ白にしてこのぐらいの小さな名前入れてるだけで。本当に真っ白なのかなと思ったら小さく書いてあるわけですね。逆に目立つじゃないですか。何にも書いてない真っ白の看板で一番お金をかけずに逆に目立つかなと思って外観とかにお金かけてもしゃあないけん、ね、それやったら材料代やもうできるサービスにお金かけた方がええと思うんで、そういうのにはお金一切かけずに、もうできることは全部材料代に放り込みますもう全く休みがないけ、うち連休なんか取るんですよね。10連休とかを
その時にやっと休めるけん、大体普段も休みっていうのは3ヶ月に1回それがやっと取れるかなんで、基本的に毎日店に入って仕事してます。16、7時間ぐらい今は。ちょっと前ぐらいはひどくて20時間以上働いて、本当睡眠が1時間とかでやってたけど、さすがに体が持たなくなって、もうできるならいくらでもしたいんですけどね。やっぱり手加えただけ美味しくなるんで、自分が時間かけてやるのはただやけん、朝早く出てきて夜遅くまでやるも美味しいのができりゃそれでいいからね。全て朝やるようにして、でとにかく出来たてをっていうんで朝やってます。こんなの全部うちの仕込みは1日分ずつしかしないんで、日をまたぐっていうのは美味しくないんで。夜炊いて朝までこう余熱で、低温調理じゃないんだけどそれに近い、こうスープに入れて食べる時にはホロホロになるように、これ1日分なんですけどね。とにかく全部毎日その日の分だけ作る。寸胴はこう毎日。そうですね、毎日ですね。最終的に鏡面を目指してるんですけどね、このタイプだけで鏡みたいに。もうどの作業ももう火の加減だけですからね。やっぱりその味がお客さんが食べる時にピークに来るように、頭は先入れてとか、げんこつはその次に入って、どのタイミングで一番美味しい状態を出すかいうので、もう全部時間を分けて。今もう50やけん、あと言うたら15年ぐらいしか仕事できないでしょ。だからもう仕事に没頭してもいいかなと思って、もう遊ぶのは若い時に十分遊んだから。じゃあ本当仕事一筋というか。そうですね、もう何の遊びも今休みの時にちょっと釣りするぐらいで。釣りがお好きなんですか？釣りが好きです。もう連休なんか取ったら釣りに出かけるぐらいです。最初朝一のお客さんなんかは券売機で食券買ったら、もうそれこそ1分以内には必ず出すつもりでやって、途中のお客さんも、まあ、並びが2、30人だったら10分15分では入って食べれるような状態にするようにっていう、待たせない仕事をしようと思って。
提供するスピードだったりっていうのは意識される？はもうものすごく意識してます。もうとにかく待たしたくないんで、だからもう最初店開けたらほぼほぼ常連さんなんですよ。じゃあ一番乗りでお店に来ようと思ったらはい何時ぐらいに並ぶ？早い時だったら15分ぐらいから来るよね。今日なんかだったら9時やったけど、まあ日によるんですけどね。9時からでも相当早まあ2いですね。時間待ちますからね。もうありがたいことに本当に毎週必ずこう来てくれて、多い人なんかは週に4回ぐらい来てくれたりして、まあ常連さんがとにかく多いです。大事にしてもらってます。お店は何時ぐらいから来られてたんでしたか9時ぐらいからいろんなラーメン屋行ってるけど一番今平気でラーメン、コーナー自分の中では一番大体仕上がりました。ほぼほぼというか毎日完売で、3本だったらもう全然持たなくて、これ以上の設備もなかなかね、まだ今のところ準備できてないんで、もうこれだけしかない。もう売り切ったら終わり。一番最初始めた時はラーメン黒だけで始めて、黒の方が、焦がしにんにくの黒マー油の修行先なんかでもやっぱりこれはもう秘密なんで教えてもらえないもんなんですけど、完全に自分で考えたオリジナルの黒マー油なんですけど、それからまあ自分の好みで白の方が鶏の油を使ったラーメンなんだけど、自分が好きで食べたかったから後で追加して作ったもんなんで、白の方なんかに関しては鶏油、鶏の油なんだけど、このスープに入れてこの鶏油を作るから、豚骨の油と鶏の油をちょっと、ブレンドというか混ざって美味しい油ができるようにっていうんで。多かったら大体朝100人ぐらい並んでくれますね。回ってこう来てそっちまで、ひどい時だったらあっちの敷地の外まで出たりして。黒誰？よ誰や
最後ホットなのあるだろ。営業始まるときにこれで新しいスープをドバッと入れてちょうどいいように合わせてるんで。お財布ありがとうございます。どうぞ中の券売機の方で食券購入お願いします。ようこそいらっしゃいませ。ようこそいらっしゃいませ。すみません、頭の上にトレーだけかけますね。ネギ茶キロ、肩多め濃いめ、明日はベッキーどうぞ。どうぞいらっしゃいませ。ありがとうございます。どうぞいらっしゃいませ。ありがとうございます。8番さん、バリ。バリ。いらっしゃいませ。どうぞいらっしゃいませ。いらっしゃいませ。その鳥皿はその鳥皿。ベッキーどうぞ。片面1番。はい。1番さんのバリに濃いめのり玉。濃いめのり玉。はい。はい。どうも、いつもすみません。早くからありがとうございました。またお待ちしてます。どうも、いつもすみません。早くからありがとうございました。ありがとうございました。またお待ちしてます。すみません、お待たせしました。2名様、どうぞ、まもなく出すんで食券の購入お願いします。ようこそいらっしゃいませ。応答も2名様。とにかく来てくれるお客さんはありがたいんで、一人一人をみんなで大事にしようっていう。バリから。はいよ。早くからありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。どうもありがとうございました。梅のり玉3番。きちんと銘柄指定で年間契約して、ね、お米もそうだし骨なんかも県内産の骨、豚なんかも全部全て県内産で
10月から使うチャーシューなんかも、県内産のブランドの豚肩ロースを使うようにして、もう地産地消ね、やっぱりせっかく地元に帰ってきたんで。どうもありがとうございました。どうもありがとうございます。どうも早くからありがとうございました。4番固め7枚、はい、5番バリー、はい、乾杯。4番3肩。バリー5番固め。この水田商店で始めたのが36ぐらいやけ、15年前じゃん。東京で蒲田で最初営業始めて4年か5年ぐらい東京で営業して、そしてこっちに帰ってきて新たにまた始めて、どうしてこの場所で？別のとこで小さいとこでやってたんだけど、コロナ禍でその時が狭い店で、でもずっと毎日行列になるけん営業できなくて、でもうこれじゃいかんっていうんで、こう大きい店で駐車場も取れるとこがええな思って、こう広めに取って、でコロナ対策でここに移動したいう形で地元の食材で営業したいと思って、で東京辞めてこう地元に帰ってきて、今で30年余りはずっとラーメンやってる。豚骨だけど別にこうどこの豚骨っていうんじゃなくて、もう全て自分の思った通りの作り方でできるんで。どうして豚骨ラーメンだったんですか？この豚骨のお店で修行したんですけど、一番こう自分に合ってるかなと思ってこういうラーメンになりました。自分の好きなラーメンがたまたま。もう好きなもんしか作らんけ。どうもいつもありがとうございます。ありがとうございました。針金に片目78。いらっしゃいませ。濃いめ3番先片付けて、78片玉レモン一緒、678粉濃いめ玉。ありがとうございました。豚骨ラーメンって油が多いけ、油をもう極力減らして、だから最後まで飲めるスープに作りたくて。56バリー、はい、ありがとうございます。どうもありがとうございます。
って2倍分。はい、肩多め、肩5、6。後ろから失礼します。ラーメン黒の針金味が濃いめになります。最初バリから後ろから失礼します。替え玉バリカタになります。ごゆっくりどうぞ。失礼いたします。お待たせいたしました。替え玉固めになります。ごゆっくりどうぞ。替え玉が1回無料ってあれだと思うんですけど、あちらはどうして？それもね、本当はまあ最初オープン3日ぐらいやろうかないうスタートしたんだけど、まあお客さんも喜んでくれるし、まあなんとなくで10年続いてます、そのまま。どうぞ。両方固め、濃いめ多め。替え玉バリカタ。針金玉5番。いらっしゃいませ。がね。頭5、6。パスタ。いきます。針金普通です。針金っす。はい。よろしくお願いします。どうもありがとうございました。大丈夫です。ほな、肩に2番。肩に1番。どうぞいらっしゃいませ。どうぞいらっしゃいませ。はいよ。1、2、片玉。はい。ありがとうございました。ありがとうございます。大変お待たせしました。またよろしくお願いします。2番さんご飯中です。お邪魔
ません。3番さん2の1やわです。2の1やわ。はい。ほな濃いめ多め玉。2番。失礼します。チャーシューの一番のハニガネ、濃いめ味玉トッピングになります。肩濃いめ多め。黒濃いめ多め。1番。すいません、お待たせしました。2番、ハニガネ濃いめ。ハニガネバリー。バリか。横田参り3番。4番片玉。普通玉のり玉。すいません、お取り返します。普通5番。濃いめカンカンさん。いいのね多め3番。片目3番。針金で。針金。針金。78バリ。はい。78。すいません、横から失礼します。どうぞ。はい、どうぞ。バリー。
どうぞいらっしゃいませ。いらっしゃいませ。ありがとうございました。いつもすみません。どうもありがとうございます。両方肩濃いめ多め玉ね。5番ネギラーメン。いやだっていつもと違う状態。結構お店にはよく来られるんですか？結構来ますけど、週1ぐらいかな。なんかお店の気に入ってるところとか。大将が元気なのと、あとお店の雰囲気もいい上に、ラーメンがめちゃくちゃ美味しい。めちゃめちゃ美味しい。とにかく毎日ここに立って全てのラーメンを僕が作ってお客さんに提供するっていうのがもうずっとのスタイルなんで。どうもありがとうございます。針金。粉玉4番。針金濃いめ玉。針濃いめ玉。ほな。どうもありがとうございます。はい、3番さんご飯塩です。すいません。ください。ありがとうございました。ありがとうございます。どうぞまたお願いします。針金のり玉1番。針金濃いめのり玉1番。ありがとうございます。ラーメンのお味はいかがですか？すごく美味しいです。最高です。どうぞいらっしゃいませ。すいません。ありがとうございました。ありがとうございました。パンター78片玉。2番両方固め。チャーシューメンの方になります。
今日はどうしてお店に来られたんですか？ちょっと気になったので、いつも並んでるから。そう、この前来ようと思ったら定休日やってこれんかって。なんか硬さが選べて、替え玉何にしようかなって考えて。食べてもないのに。ラーメンの味はいかがですか？美味しいです。そんだけ。白はいかがですか？白も濃厚で、麺にもなんかしっかり味がついてる。それですごい美味しい。水田さんはどんな方ですか？みんなの中心にはおったんですけど、それぞれの道があったけん、ここではやれてないんですけどね。昔自分で作れた餃子もうまかったし、焼き飯もうまかったし、こだわってうまかったですよ。何でも作れるものは自分で作りたいみたいな、自分から自らしんどい方ばっかり選ぶけん。1日寝かすっていうのが大事なことなんで、麺の状態が全く違うんですよ、出来たてで食べるのと。人は違うんですけど、ここは毎日今がもうこの設備でちゃんと営業してもやっぱり3時ぐらいに終わってしまうんでね、それをやっぱり設備と人をきちんと増やして、で夜もまずは夜も営業して、つけ麺なんかも東京の時はやってて、それをとりあえずつけ麺まではやりたいですね。営業時間延ばして、まあ一つメニュー増やすぐらいで、あまり増やすのは好きじゃないから。なんかこうずっと続けてこれた理由というか、まあもうやっぱり始めたきっかけっていうよりは、なんかやっぱりこんなのは好きなんだと思うんですよね。ものづくりがやっぱり好きだから、結局外のカウンターやテーブル作ったのと一緒で、この地味にこのスープでも黙々とやるのが多分好きなんだと思う。まあ合ってるんでしょうね。まあ縛りがない、自分で思ったことができるようなのが一番いいですね。この仕事楽しいですか？やっぱり楽しいですよ。もうやっぱりこれだけのお客さんが喜んでくれるっていうのは本当幸せです。だって本当一時お客さんがいない時なんか思ってたら、本当にただただ幸せで、
本当今日はありがとうございました。ありがとうございます。